こんばんは。皆さん、夜遅く、お集まりいただきありがとうございます。文教熱クリニック、医師をしております、任と申します。今日はですね、多職種連携セミナーということで、皆様にお集まりいただき、本当にありがとうございます。一応、先ほど待機のところでも表示してありましたが、本セミナーは一応講義形式の講演会と、グループディスカッションを事前にも通知してたと思いますが、予定しております。この講演の後に、ブレイクアウトルームを利用して、何かの小グループに分けていきますので、Zoom の名前の方をですね、メールで登録した時のお名前ですね、事業所名と、お名前の方に変更をお願いいたします。もし変更方法がわからない方いらっしゃいましたら、チャットの方で、全体もしくは事務局宛てに、お名前など、通知していただけると、こちらの方で、名前の方を変えさせていただきます。あとはブレイクアウトルームの、メモ代わりとしてですね、皆様のお名前の最後の方に、番号を振らせていただきますので、その辺はご了承ください。で、本セミナー、グループディスカッションがありますし、一応もともと多職種連携、交流会っていうのをメインにしておりますので、皆様可能な限りカメラオンでの参加をお願いいたします。よろしくお願いします。これ見えますかね？見えますね。じゃあ、講演会の方を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。多職種連携セミナー、ユーミ財団の助成で、今回開催させていただきます。COVID-19 3年間で見えたもの、地域連携の課題を中心にお話をしていきたいと思います。一応セミナーの概要です。繰り返しになるんですけども、3年間の新型コロナウイルス感染症についての、振り返りだったりとか、あとはグループディスカッションを通して、多職種交流会というものを今回予定しております。また今回の参加者は、在宅医療を含む地域医療に関わる専門職が中心に集まっていただいております。またセミナーの後半にブレイクアウトルームを利用したグループディスカッションも予定しておりますので、開催中可能な限りカメラオンでの参加をよろしくお願いいたします。あとは質問は随時チャットの方へ投稿していただけましたら、後ほど質問回答の時間も設けておりますので、何なりと書いてください。よろしくお願いします。今日の目次です。ざっくりと、コロナウイルスの感染症の概要と、あとは当院の方で、取り組みました新型コロナウイルスに対しての往診体制強化事業についての報告、あと後半はブレイクアウトルームを利用したグループディスカッションなどを予定しております。よろしくお願いします。まず自己紹介です。私、新井弘樹と申します。総合診療専門医です。ストレングスファインダーっていう自分の強みが分かるっていう、なんかそういうサービスがあるんですけども、皆様興味があればぜひ Google で調べていただきたいんですが、私もこれをやりまして、トップ1、2、3の自分の強みというのが社交性とコミュニケーションと調和性という結果が出てまいりました。なので一応こういうものが得意ですよっていうことを今後前面に押し出していきたいと思っております。得意なこと、好きなことはご覧の通りで、現在はもともと東京医科歯科大学の総合診療科で修行させていただきまして、その後今は文教熱クリニックの常勤医師兼職となっております。最近はちょっとグロービス経営大学院というところにも通いながら医学以外の勉強もちょっと行ったりとかもしております。はい、じゃあ本題に入っていきます。新型コロナウイルス感染症の概要になります。もう皆さんももう3年間いろんなことをニュースも含めて自分で調べたりとかご存知の方もいっぱいいると思いますが、改めて説明させていただきます。新型コロナウイルスは中国の武漢で発生したって言われています。一応ウイルス名が、
SARS-CoV-2 というもので、それによる感染症を COVID-19。で、日本での感染症法では新型コロナウイルス感染症というふうに、呼んでおります。なので私の今日の講演では一応新型コロナウイルス感染症という名称で統一させてもらっています。一般的な症状は風邪症状に似た咽頭痛だったりとか咳とか発熱、あと初期の頃とか結構味覚障害とかよく話題にはなりましたね。で、重症化すると多臓器不全を伴う急性呼吸不全に至るという病気になります。感染経路については皆さんもご存知の通り飛沫、エアロゾルが主要な感染経路で、潜伏期間は昔のデルタ株とかその辺は一旦置いといて、今オミクロン株については、2から3日間、3日間ぐらいが潜伏期間で、他者への感染の可能性がある期間は、発症2日からだいたい10日間ぐらいなんじゃないかというふうに言われております。これ発症2日前ですね。失礼いたしました。で、ウイルス自体は、なんかプラスチックの表面では最大72時間ぐらい生存しているんじゃないかということが言われております。これはもうただの振り返りなんですけども、2020年の1月から東京都の1日あたりの新規感染者数の推移になります。皆さんがやっぱり身近でコロナを感じる、身近で実際の仕事で影響が出始めたのはこの第7波。昨年の2020年の1月頃から3月、4月にかけての第7波だったんじゃないかなと思います。その後一旦小康状態落ち着きましたけども、第8波があって、この間第9波と呼ばれる、年末年始にかけての感染者増大の波はありました。で今はかなり落ち着いているという状況ですね。あとは新型コロナウイルス感染症の、ちょっとプライマリーケアにおける治療薬っていうふうに注釈つけちゃいましたけども、治療についての概要の説明です。一応この右側はですね、新型コロナウイルス感染症診療の手引きっていうのに載っている図をちょっと改変したもので、病院とかではいろいろと免疫抑制剤使ったりとか、エクモとかいろいろ書いてありますが、在宅だったりとか、いわゆる地域医療、プライマリーケアの領域で、使用する薬剤は主に抗ウイルス薬と呼ばれるものと、あとは以前はちょっと使っていたんですけども、中和抗体が、一応治療薬としてはあります。よく昔から効果あるよって言われてたのはレムデシビル。商品名で言うとベクルリーですけども、これは点滴が必要な薬剤で、外来でさっと処方箋を出して、投与できるっていうものではありません。一番多分皆さんが馴染みがあるのはラゲブリオ、モルヌピラビルっていうものだと思います。あとはパキロビットが飲み薬としては一番メジャーな2種類になっていて、最近だと塩野義製薬の方でゾコーバというお薬が承認されて、一応今処方で処方可能な薬剤になっております。その他、ゼブディとかロナプリーブとか、ちょっと聞きなじみないかもしれないんですけども、なんか一時期、1年ちょっと前に抗体カクテル療法がどうのこうのっていうニュースが結構話題になってた時期があるんですけども、それがいわゆるこのゼブディとかロナプリーブって呼ばれる中和抗体。オミクロン前は、かなり効果があるっていうで、注目もされたんですけれども、オミクロン株以降になってからですね、中和活性がなくなったという東大の報告などもありまして、今ではガイドライン上もファーストチョイスにしないようにというような記載になっております。この中和抗体、すごく飲み薬ではないんですけども、1回投与するだけでいいっていうので、かなり後でちょっとお話ししますが、臨床現場ではかなり助かった薬剤ではありました。あとは今、効果としては一番効果があると言われて、重症化予防の効果があると言われているのは、レムデシビル、または、ベクルリ、またはパキロビットバックになります。ベクルリは点滴が必要なので、結構めんどくさいんですけども、パキロビットバックは飲み薬になっています。
ただしですね、パキロビッドの方は腎機能低下での減量が必要だったりとか、併用禁忌薬、例えば一番メジャーなのでいうとアムロジピンとか併用注意薬に入っておりまして、かなり併用、そのお薬を飲まれている方がかなり多いので、実際にその薬やめてもらったりとかいう作業が必要で、結構処方に手間がかかるお薬です。ラゲブリオっていうのは、パキロビッドとかベクル類に比べると効果は劣るんですけども、腎機能低下があっても投与可能だったりとか、併用禁忌注意薬がないっていうことで、処方、医者の立場からすると、とても処方がしやすいお薬にはなります。で、当院における今までのところで、何か質問とかあればいつでもチャットの方に記載お願いします。ちょっと増えてきましたか、途中で。再度アナウンスなんですけども、後半にグループディスカッション、ブレイクアウトルームを利用したグループディスカッションを予定しておりますので、皆様名前の方をですね、他の人と同じように事業所名とお名前という形で書いていただけますと助かります。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ次の方いきますね。当院における、コロナウイルス感染症に対する取り組みというところになります。当院ですね、東京都の方から往診体制強化事業っていうコロナに対しての往診をしてくださいねという特別な事業がありまして、それの委託を受けて、かかりつけ患者以外にもコロナ対応を行っておりました。もともとの立て付けとしては、重症化リスクが高い方とか、入院困難な患者さんへの往診、あとはこの事業が開始された当初は中和抗体などがかなり効果があるということで、中和抗体の点滴などを在宅でというふうに、なニーズがありまして、こういう事業が開始されております。当院では2020年1月から、先月の2月までこの事業がありまして、それまでずっと委託を受けておりました。参加医療機関は都内で31の在宅クリニックで、東京の東側、台東区、荒川あたりでは多分当院だけだったと思います。参加要件が結構厳しくて、夜間も含めてコロナ見てくださいねとか、専用窓口の設置とかですね、あとはクラスターの対応なども場合によってはお願いしますということは事前に言われております。でこれを受けて、当院でですね、いろいろオペレーションについて考えたりとか、現場でどういう対応してきたかってことをちょっと羅列で書いてあります。在宅での新型コロナの診療っていうのは、本当に当時はなかなか、そうですね、結構当院としても初めてで、確か2020年の第7波前とかは大阪で鬼殺隊と呼ばれるような在宅医療のグループを作って大阪市内でコロナ診療を積極的にやるっていうような取り組みもあったかと思いますけども、当院の方では今まであまりコロナの診療をしてきていなかったので、かなり現場のオペレーションについては考えて、やりながら工夫してやっていきました。特に一番怖かったのが院内感染ですね、院内クラスターと、あとは他の患者さんに移してしまうんじゃないか。特に訪問診療で見ている患者さんっていうのは高齢者で、急変リスクが、重症化リスクが、ある人ばかりなので、ウイルスの持ち込みなどによって、その人たちに不利益を被る可能性があるということで、かなりその感染対策っていうところは気をつけておりました。なので具体的にはどうしても必要な時は一般診療も行ってはおりましたけども、基本的にはコロナ診療を、する場合には一般診療を行わないように、シフトを組んだりとか、あとはコロナの診療に従事する診療補助で回る看護師もメンバーを限定して、ほぼ2人で回っているような感じでしたと、当初は。あと、往診現場ではもう患者さんへのタッチは医師のみが入って、看護師や診療補助スタッフはもう玄関先で待機。で直接の接触などを行わないという対応ですね。あとは1日の中の診療のスケジュールを組むときは、
コロナ患者に関しては、基本夕方以降、午後とか、コロナの患者の後に、他の患者さんに接触しないように、一般診療をしなきゃいけないときは、午前中、昼過ぎまで一般診療して、最後の方にまとめて、コロナ患者さんを見ていくという対応をしております。あとは、LINE を利用したオンライン診療体制の構築っていうのは、すぐにさせてもらっています。で、実際にどんなことをしたかというとですね、本当に重症から、軽症まで、いろいろ見ました。発熱患者さんに行って、普通に診療して対症療法薬を処方してっていうのもやりましたし、あとはよく保健所から連絡来てたのは、入院させた方がいいのかちょっとわからないと。話だけ聞くと息苦しそうなんだけども、バイタル測定もできないし、外来受診もできないし、今救急車呼んでも全然来てくれないしっていうことで、重症度の判断っていうのは結構求められるケースが多かった印象です。あとは中和抗体の点滴とか、治療ですね。あと中等症以上の方については、コロナ専用の在宅酸素っていうのは実はありまして、東京都の方でもちょっとどういうふうな支援があったのかわからないんですけど、酸素会社ありますよね。帝人とか、星医療産機とか、フダライフテックとか、ああいう在宅酸素の会社がそれぞれコロナ専用の在宅酸素の濃縮機っていうのを保有していましたので、そちらを手配を随時させてもらったりとか、あとは入院手配を含めた行政と入院必要そうだったら、行政入院調整本部に連絡をして、入院調整を行ったり、紹介状の作成などは行っております。あとは一番個人的に、印象的な現場はやっぱ高齢者施設クラスターの受診がかなり自分としては印象的でした。これについては後で説明します。患者さんが発症してからどういう流れで当院の方に往診依頼が来るのかっていう流れを、ちょっとビジネスなスライドではあるんですけども、一列にしてみました。患者さんが発症すると、大体医療機関に行く方はいいんですけども、いわゆる街中の無料 PCR 検査所行ったりとか、あとは一時期から自宅の抗原キットなどが普及し始めて、抗原キットで、陽性が出てっていうような方ですね、がいらっしゃいました。医療機関、いわゆる町のクリニック、かかりつけとか、病院とかを受診する方は、基本的にそんなに受診行動自体に大きな問題というかですね、保健所の報告までに至るルートはすごくスムーズなんですけども、個人的に一番問題というかですね、困ったなっていうのが無料 PCR 検査場ですね。薬局さんとかでも一部やってたんですかね、こういうの。結局無料 PCR 検査所っていうのが都内もコンビニみたいな感じで結構乱立してたんです。インターネットで調べると、バス停に1個ぐらいの間隔で都心とかだとPCR 検査所があったんですけども、もともとのこの立て付けというのがですね、無症状の方が、行く場所、例えば旅行に行きたい、実家に帰省したいから PCR だけ受けたい、陰性を確認して、実家に帰省したいとか、そういうことを想定して作られていた検査所なので、診断とか保健所の報告、医療的な判断っていうのがそもそも機能としてない場所になります。なので、無料 PCR 検査所で陽性が出てしまうと、その方はまた別の医療機関を受診しなきゃいけないっていう問題が結構発生していたような印象です。あとは、よくうちに保健所からの依頼のほかに直接の依頼も受けていたので、無料 PCR で陽性出たんだけど、どうしたらいいですかっていう相談がうちに直接来たりとか、結構な数がありました。同じように自宅の抗原キットも同じような形です。これは昨年の秋口以降は自分で陽性者登録、保健所の方に陽性者登録ができるシステムができましたので、だいぶ減りましたが、1年前の2月とか、あとは夏場などは、本当に保健所に届け出を出したいから、往診してくださいとか、オンライン診療してくださいとかっていうのはですね、オンライン診療はまだいいんですけども、往診してくださいとかっていうのは結構ありました。
で、これはもうシステム上の問題だったので、可能な限り対応はしましたが、やむなくちょっとスケジュール的にダメなときは、かかりつけの方に相談してくださいとかいうご案内をしたこともあります。実際に検査で陽性出ている方が、保健所への登録、診断をつけてもらうというためだけに外出をして、医療機関を受診するということで、もしかしたらそれが感染拡大の一つにつながった可能性というのはあるんじゃないかなとは思っております。あとは自宅療養者で状態が悪化したときには、保健所などを通して依頼が来たりとか、あとは保健所通さなくても、ちょっと息が苦しそうなんだけどっていうことで、当院に直接、インターネットにもコロナ診療してますってことは載せていたので、依頼が来ることも結構ありました。で、当院で一応統計をいろいろ取っておりまして、そのうちの一部を抜粋しております。延べ患者数はですね、320人で、1年間、約1年ちょっとで320名診察をさせていただきました。このうちのかかりつけは多分ですね、そんなに多くはないです。300人ぐらいがなので、かかりつけ外の患者さんです。ちょっと施設のクラスターがかなり多かったので、往診が256回ですね。あとはオンライン診療が49回。で、電話診察っていうのが15回です。これは多分かかりつけの患者さんとかは電話診療していたんじゃないかなと思います。で、治療については、どうしても、治療効果としては、本当であれば、ベクルリ、またはパキロビッドの処方が、治療効果としては望ましいんですけども、どうしてもかかりつけじゃない患者さんなので、その人の腎機能がわからない、採血をする、要は接触時間をなるべく短くしたいので、軽症の方に対して採血をするっていうオペレーションがどうしても当院では取ることがしにくかったです。なので、腎機能や飲み合わせに注意が必要がないラゲブリの処方が増えたという実態になります。実際に確か公表されているデータで、ごめんなさい、総数、今パッとは言えないんですけども、ラゲブリオの処方が確か日本国内では一番多かったかなと思います。で、点滴とかは本当に重症の方だったりとか、一番辛い時ですね、本当に夏場のこのピークだった時、1日あたりの感染者数が4万人の、この時はもう入院ができなかったので、中等症でSPO2 が80代の方とかも、見なくてはいけないというところで、ステロイドの投与だったりとか、中等症に準じた治療っていうのを可能な限り行ったっていう次第です。一応私の方で、コロナ診療を通してですね、思ったことっていうのをちょっとつらつらと書いて、かなり細かくなってしまったんですけども、大きく分けてアクセスの問題と、治療をもうちょっと、これは製薬会社とかいろいろ研究の部分があると思います。治療についてと、あとは地域連携、あと施設クラスターのことですね。少し思ったことがありまして、書かさせていただきました。繰り返しになるんですけども、結構軽症の患者さんが多かったです。データとして軽症、重症というのが少し分けづらかったので、統計としては出し切れてないんですけども、ちょっと風邪薬が欲しいとか、あとは会社に提出する休まなきゃいけないので診断をつけてほしいっていうような依頼の往診とかオンライン診療の依頼っていうのは、結構多かった印象です。で、確定診断がやっぱできないっていうことで、社会的な公的な支援が受けられなかったりとか、制約がそういうことがあったりしますので、患者さんの立場としても診断をつけてほしいというのは、当然のことかなと思います。なので、そのために外来の医療機関を受診したりとか、当院に連絡して往診とかオンライン診療となることで、貴重な医療リソースっていうのが、治療とかではなく、診断とか届け出っていうところのためだけに消費されてしまった可能性はあるんじゃないかなと思ってます。あとはフォローアップセンター、ちょっと戻りますと、保健所と入院調整本部とフォローアップセンターっていうのがあるんです。で、入院調整本部は入院が必要そうな人を保健所が
保健所の管轄のところなんですけども、そこがいろいろ入院先を探して入れてくれる機関です。でフォローアップセンターっていうのは陽性者の方々が、と連絡を取り合ったりとか、いわゆるフォローアップです。その人が要は家で一人で、倒れてないかとか確認するためにお電話をしたりとか、本人からの発出の報告を受けて、この人大丈夫だねっていうふうにフォローしていくところです。で、フォローアップセンターなんですけども、自宅療養のフォローアップセンターなんですけども、なんかこれちょっとフォローアップセンターの方とお話ししたときに、どうしてもフォローアップセンターの場合、重症度の判断が電話だけでやっぱりできないと。患者さんから、往診の依頼、私今体調悪いから往診してほしいっていうふうに話を受けるとですね、フォローアップセンターは内部のフロー的に、どうしても往診体積評価治療の各クリニックとかやってくれそうなところに往診の依頼をかけなくてはいけないっていうような体制になってたみたいです。要は救急車と一緒で、患者さんが希望した場合にそれを拒否する権限というのはやっぱりなかったみたいなので、結構不安とかいろんな社会情勢のこともありましたけども、患者さんの不安に対しての往診っていうのは結構多かったです。身体的には軽症、だけどもちょっと心配だから来てほしいというような依頼が散見されておりました。皆さんご存知の方もいるとは思うんですけども、夜間とかはファストドクターとかが、そういう軽症の患者さんとかに対応してくれることが多かったのでいいんですけども、日中とかはこういう依頼も結構多かったなっていうふうには思います。あとは治療については、いろいろ書きはしたんですけども、結局これを出しとけば OK みたいな薬はやっぱりなくてですね、どれも一長一短でした。で、流行時期とかによって、ゼビディが使えた時期もあったんですけども、それもすぐ使えなくなってしまったりとか、あとは点滴じゃなきゃいけないとか、腎機能見なきゃ分かるためとかですね、適正な使用をちゃんとしようと思うと、かなり制約があって、難しかったなっていう印象があります。あとはパキロビッドもラゲブリオもですね、カプセルとか錠剤がすごい大きいんですよ。なので、高齢者施設クラスターとかで、軽症で重症化リスクが高くて、この人はもう絶対重症化させたくないなっていう人に飲ませたいんですけども、基本的に飲めないことの方が多かったです。で、パキロビッドの粉砕とかラゲブリオの脱カプセルについては、まだデータが揃っていないということで、新薬ということもあってですね、現場の判断だけでそれを推奨するってことがやっぱりできませんでした。もちろんデータがないので製薬会社に聞いてもそれはデータがありませんというふうに言われるだけですので、なのでその辺はちょっと飲まないように、内服フリーで経過を見たりとか、そういうことも多かったです。あとは地域連携の部分では、本当にコロナの時はですね、今日も参加いただいているいろんな事業所はありますけども、訪韓のステーションさんには大変お世話になりました。印象としては私たちが診療している文京区周辺からコロナでよく行ってたのは台東区と荒川区と文京区ですけども、本当に皆さん本当フットワークが軽くてですね、何でも依頼したことをやっていただけてたかなと思います。なのですごく助かっていました。コロナの患者さんが出ても依頼先にもちろんその状況によってステーションさんもちょっと感染者が増えちゃって対応がしきれませんっていうところはありますけども、依頼先にどうしようか言ってくれなくて困っちゃうっていうような事例は私の経験ではなかったです。ただですね、医療の方はいいんですけども、どうしてもヘルパー事業所だったりとか、デイサービス招待先、これは非医療職っていうこともありますし、特に施設などは感染対策だったりとかが十分にできないっていう背景もありますので、受け入れが難しくてですね、後ほど紹介する事前アンケートのところでも結構散見されましたが、ヘルパーが入れなくて、病気はそんなに重症じゃないんだけども、生活ができないみたいな事例っていうのは結構多かったです。なのでそういう軽症高齢者の入院手配とかは当初は多かった印象ですね。
で、夏ぐらいからでしたっけ、高齢者と医療支援施設、赤羽とかにある、一応治療もできるっていうような施設が東京都の方で作られて、それができてからはだいぶ生活困難者に対しての、支援っていうのはかなりできていたかなと思うんですけども、特に1年前の2月とかは本当にヘルパーが入れなくて、ご飯誰も作れる人がいないとか、おむつ交換してくれる人がいないみたいな、そういうことは結構事例としてはあった印象です。あとは最後に施設クラスターについては、もう本当にいろんな現場がありました。一番多いところですと、すべて行ったんですよ。2月と夏と、あと冬ですね。3回の波を全部行ったっていう施設が1箇所だけありましたけども、そこは本当に最初は感染対策などすごく困ってた印象ですが、波を乗り越えるごとにですね、ゾーニングの精度とかですね、クラスターの人数とか、どんどん少なくなっていって、最後の冬は、1回陽性者が出て私が行って、もうそれで終わりぐらいまで、スタッフさんとか、施設の連動とか知識とか、感染対策についての対応がすごく良くなっておりました。ただ全部の施設がそういうふうにはならなくて、急激に感染が広がると、いわゆるこの施設長以下、常勤スタッフが皆さん軒並みコロナ陽性になっちゃった施設とかはですね、いわゆるリーダーシップを発揮できる、災害現場とかでもそうなんですけども、リーダーシップを発揮できる方っていうのがいなくなると、現場のオペレーションを整える人がいなくなっちゃうんですね。そうすると、感染対策の指導ができる人がいなくなるので、非常勤のスタッフとかが見よう見まねでガウンテクニックをするんですけども、私がもう行った時は、医療者の立場からすると、これは感染広がるだろうなというような現場っていうのは結構ありました。それはそこで働いているスタッフが悪いとかっていうことは全然ないとは思うんですけども、そういうところだと感染対策、やっぱ災害現場とか、こういうパンデミックの時っていうのは、誰かがリーダーシップを取らないと、そういう現場っていうのは良くならないんだなっていうのが印象深かったです。なので、そういう現場を見たときには、すぐに私の方は保健所に通知をして、感染対策のチームをすぐに送り込んでくださいとかいうアドバイスはよくしておりました。あとは、点滴とかも本当に施設さんで慣れない中ですね、対応してくださるところも、本当に多かったです。普段の業務ではない仕事をですね、お願いしなくてはいけなくて、施設職員の方々も慣れない作業が多くて、本当に感染リスクが高い、危険な現場だったんじゃないかなとは思います。あとは、施設って今、一括りに言いましたけども、大きく言った施設が、老健と、有料老人ホームと、特別養護老人ホームに、行っておりました。特別養護老人ホームは、嘱託医っていう先生がいるんですけども、特別養護老人ホームって医療機関は往診料っていうのが算定が取れないんですね。なのでコロナの患者さんが出た場合に、すべての治療、処方箋料以外の治療、往診その他のスタッフの派遣含めてですね、持ち出しでやらなくてはいけないということで、クラスターが起きても嘱託医の先生が制度上対応ができないような状況が起きておりました。嘱託医の先生ともお話いろんな施設でさせてもらったんですけども、本当に都の先生も本当は行きたいんだけど、どうしてもスタッフを危険にして全部持ち出しでっていうわけにもいかないし、っていうところでいろいろ悩まれてた先生も多かったです。なので、今後の、嘱託医という制度については、今回のコロナでも結構見直されてくるんじゃないかなとは思います。私としても今回の経験だったり講演会で一番言いたいのは、特に施設クラスターでの嘱託医の特養の嘱託医の制度ですね、診療が取れないっていうところは、今後特養が看取りなどのそういう
もうちょっと医療的な部分もカバーできるようにっていうふうな国の方針なども反映させようと思うと、嘱託医の裁量っていうのはもうちょっと増やしていかなければいけないんじゃないかなと、個人としては思っている次第です。一応、以上で、コロナの、大体の復習とですね、当院で行った治療、診療の内容を、数字ですね、あとは全体的に私がこの3年間で診療に従事して、感じたこと、思ったことなどを話させていただきました。何かご質問とかありますか？チャットには今のところ来てなさそうですけど、別にマイクで発言していただいても大丈夫なんですけども。クローズドな一応会ではあると思っておりますので、そんなご質問も可能な限りお答えはできると思いますが。振り分け終わりました？挙手してらっしゃる？日清薬局の脇子さんですか？はい。すみません、声でいいですか？もちろんです。大丈夫です。すみません。ちょっと聞き逃したかもしれないんですけれども、はい。先ほどコロナ対応の時にですね、看護師さんはその専用の看護師さんみたいな割り振りをしたというお話があったと思うんですけれども、はい。お医者さん、医師は専用のお医者さんにしたんですか？それともその一般のコロナ以外の方も見ながら、コロナの患者さんも見てたという形だったんでしょうか？時期によって、当院のオペレーションもちょっとずつ変化はしておりました。この7波の時ですね、7波の時は、本当にこのコロナに対する知識とか、あと感染力とかについての、実体験というかなかったので、可能な限り、専任スタッフで診療しておりました。ただ第8波とか9波になってくると、大体コロナの対応ってこういう感じだよねっていうのが分かってきますので、可能な限りもちろんコロナ専従にはしていたんですけども、一般診療も継続して行っていました。で、看護師さんの方もおそらく同様だったんじゃないかなと、ちょっと勝手な予測ですけども、思います。ありがとうございます。はい、それで実際お医者さんが陽性になるとか、そういったことってあったんでしょうか？幸いなことに当院では院内の発生はゼロで、職員の陽性者は出たんですけども、家族内感染ということが分かっておりまして、一応当院では院内発生はゼロというふうにさせてもらっています。わかりました。お医者さんが例えば陽性になっちゃうと、いろんな部分ですごく大きな影響が出るんじゃないかなと思ってたんですけれども、実際は出なくてよかったです。はい、すみません。本当に今だから言えますけど、結構綱渡りだったかなとは思ってます、自分でも。ただ、あの時は誰かがやらなくてはいけないという状況でしたので、一応当院の医療体制だったらなんとかなるんじゃないかというふうに判断をして、理事長以下で判断して、事業の委託を受けたっていう次第になります。わかりました。すみません。どうもありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。一応私が陽性になった場合の連携医療機関などへの事前の打診などはさせてもらっておりまして、自分が倒れた場合には、どこどこの誰々に頼んで応援に来てもらうみたいなことは想定はしていました。一応補足です。他に何かありますか？じゃあなさそうでしたら、途中、院内感染予防のための具体的な対策。まずは診療については、やっぱりコロナ診療と、
一般診療をするスタッフを分けていたっていうのが実態です。あとは、一般的に昼食を一緒に取らないでねとか、食事会など中止っていうのは本当、どこでもやってたことだと思うんですけども、当初の頃は、特にこの時期はですね、もう当時コロナ診療のスタッフと私で隔離して動いていました。クリニックの構造上ですね、階が分かれてたので、下の階で待機をしたりとか、そこで診療したりとか、診療とかその事務処理をしたりとかっていうのはよく行っていました。あとはもう本当にコロナの往診については、看護師が現場に入ることは300近く見ましたけども、多分1、2例ぐらいだったと思います。なので、もし感染しても、離脱するのは医者だけみたいな形にはして、なるべく接触が少ないようにはしていました。あとは器具に関しては、もう現場で全て消毒をしてからしまう。時間がなければ、完全に密閉した袋に入れて、屋外で拭いてから入れるとか、そういう消毒作業とかを行っておりました。あとはどこのステーションさんもそうだと思うんですけど、防護服とかは着て、玄関もしくは玄関の外で着て、入って、玄関の前後をイエローゾーンにして、PP の脱着を行って、ゴミはもう患者宅にお任せするっていうような形を当院では取ってました。基本ゴミはもう持ち帰らない。針ゴミ以外は持ち帰らないっていうような体制にはしておりました。答えになってるでしょうか？大丈夫ですか？今日のセミナーについては、講演、講義形式の講演と、あとは交流会、コロナについての交流会ということで、皆さん本当に、1時間半、ちょっと短いような長いような時間でしたけども、お疲れ様でした。今日は本当にご参加ありがとうございます。もともとの表題の、地域連携の課題と、今後の対策っていうところで出させてはいただきましたけども、いろいろ新しい新興感染症で、なかなか現場も慣れないこと、行政の方も制度設計が追いつかない、これはもうある程度は致し方ないんじゃないかなと思うんですけども、この3年間の経験で、いろんな課題だったりとか、逆にこういうことはできたぞとか、私もそうですけども、頑張ったぞっていう、こういうところはできたよねっていうところもあったんじゃないかなと思います。で、今日の講演会を通してですね、交流会を通して、また皆様の地域医療、事業所間の連携などがさらに強化して、より良い医療が、地域医療が実現できることを願っております。最後にですね、お知らせです。実はですね、2023年、今年の秋に、今ある足立サテライトの方を分院化する方向で、今計画をしております。当院、会員から確か18年ぐらい経っているんですけども、その経験を生かしてですね、より多くの患者様、地域へ質の高い在宅医療を提供し続けていきたいなと思っておりますので、またこれについては皆様にアナウンスをして、ぜひ秋口にですね、リアル開催、秋か夏かちょっとまだ未定なんですけども、多職種連携の会のリアル開催をしていきたいなと思っておりますので、その時はぜひご参加のほどよろしくお願いいたします。あと最後なんですけども、本講演なんですが、前半部分の講義部分に関しては、私の部分と講義の部分だけ、YouTube へちょっとアップロードをしようかなと思っております。少しだけ個人名が出ちゃったかなと思うんですけども、もしアップロードに関して、ちょっと皆様の顔とかは映らないんですが、気になる方、ちょっとやめてほしいとかそういうご意見などありましたら、直接お問い合わせください。よろしくお願いいたします。最後にですね、当院の新広氏、理事長の方から、一応最後、閉会のお言葉をいただきたく思います。よろしくお願いいたします。皆さん、お疲れ様でした。今日ご参加ありがとうございます。金曜日の夜ということで、大変お疲れのところなんですけども、私の方でちょっと重要なお話をですね、3点ばかりお話ししておきたいと思います。あまりいい内容ばっかりじゃないんですけども、
コロナは基本的にこれで終わったっていうような感覚が世の中で、日本の社会ではですね、広まっておりますが、昨日と今日、東京都ではですね、前の週よりもコロナの感染者数増えてるんですね。で、今日ちょうど3時間前の NHK のニュースでは、今日893人で、先週よりも262人増えてるという報道がされております。皆さん、この後、夜遅めのニュースで聞かれるときは、多分この話が出てくるからと思います。ということで、我々医療従事者で介護の皆さん、今日のディスカッションの中からですね、大変な3年間だったんですけど、もし最悪の事態になった場合は、今までのこの3年間の連携のですね、絆といってもまだ十分には構築されてないんですけども、できるだけ皆さんとの連携をしっかりできる範囲で取ってですね、このような緊急の事態がなったときに対応できるように私の方では、心がけたいなと思っております。この3年間、国の方でですね、自宅療養という言葉がよく出たと思うんですけど、実態は自宅放置になったケースも結構あったんですね。で、そういうのだけはできるだけ少なくしていきたいなと思います。それからコロナだけじゃなくて、あと2点。鳥インフルエンザ。これは非常に毒性が高くてですね、WHO が一番警戒しております。日本では幸い感染はありませんが、ウイルスというのは1週間に2回ほど変異してるんですね。で、鳥から鳥はいいんですけど、鳥から人のケースは世界全体としては863であります。で、感染した場合5割以上が死亡しておりまして、WHO で一番警戒しているウイルスなんですね。で、これが人と人とのですね、感染をできるような突然変異が起こりましたら、致死率5割ということで、とんでもない事態がやはり起こってくるので、これが最も警戒しなきゃいけないものです。あと、サル痘、サルの天然痘みたいなんですけど、これは今のところ、日本国内では60例以上が出ておるんですが、毒性は比較的少ないんですけど、これは高毒性を持つと、これも大変なことになると思います。残念ながら、コロナがですね、まだ僕たちは完全に安心しきれるものではないと、昨日、今日見ておりました。それから鳥インフルエンザ、鳥の大量処分をですね、厚生労働省と農林水産省が中心になってやっておりますけれども、これはある種、急にですね、人との感染が日本国内でも起こるように、ウイルスが変異が起こった場合、世界全体としては800例、人との感染が見られておりますので、これも大変なことになると思います。今回のパンデミックはですね、すべて過去のものじゃなくて、もし現実化した場合に、一番影響を受けるのは、我々医療、介護の領域でですね、頑張っている皆さんだと思いますね。その時に我々できることを、ある程度限定的かもしれませんが、我々も皆さんと一緒になってですね、できる範囲で頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本当に清見の夜ですね、参加いただきまして、心から感謝いたします。今後ともよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。ありがとうございました。本日の講演以上になります。皆様ご参加本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。